はるかのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか。はーい、ちょっと久しぶりになってしまって大変申し訳ございませんでしたもう2週間も過ぎてしまいました。あれっていうね、お待たせいたしました。で、今日はですね、先週ね、大阪に行ってきましたので、そのお話をしたいと思います。はい。なんで大阪に行ったかというと、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに行きたくて大阪に行ったんです。はい、皆さん行ったことありますか？3年ぶりぐらいかな、多分。ユニバっていうんだけど、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを短くしてユニバって言うんですけど、ユニバに3年ぶりぐらいに行きました。はい、なんで今回そのユニバに行ったかというと、一つ目は、任天堂ワールドができてまだ行ってないんですよ。はい。今年できたんだっけな、任天堂ワールド。に行きたかった。あともう一つは、期間限定で、鬼滅の刃のアトラクションがあるということで、これをちょっと行きたくて今回行ってきました。はい。で、任天堂ワールドはね、想像以上に可愛い。可愛いというか、マリオの世界がもうそのまんまあるっていう感じで、想像以上に楽しくて、本当に大はしゃぎしちゃいましたね。うん。で、すごくラッキーなことに、整理券がないと入れないんですよ。チケットがないと入れない。でも、私、朝早く行ったので、本当8時とかに行って、マジで学生かよってぐらい早く行ったんですけど、だからチケットなしで入れて、乗り物も1時間ぐらい、そんなに待ってないから30分ぐらい待って入れたんですよね。で、乗り物はね、マリオカートの乗り物。はい。で、自分でコインを集めたり、あの甲羅、赤甲羅を投げてクッパを倒したりとかして結構楽しかったですね。うん、はい。で、鬼滅の乗り物はジェットコースターがあるんですよ、鬼滅の。3D になってるんですけど、無限列車に乗ってるんですよ、自分がお客さんの感覚で、お客さんとして乗ってて、無限列車に乗りに来たのみたいな話しかけてくれて、炭治郎が話しかけてくれたっていう気持ちになる。で、もうエンムが出てくるのでエンムと赤座が出てくるんですよ。で、みんなが守ってくれるの。うん。で、善逸とか禰豆子とかも出てくるし、で、私の大好きな伊之助がね、大丈夫か、目を覚ませって私に言ってくれんの。そんな幸せな世界はあるんですかって。で、煉獄さんも最後出て、で、こう、みんながこう、技を決める時に、こう、ジェットコースターがね、こう落ちる感じ。うん。いや、すごい楽しかったです。はい。詳しくは私また Vlog 作りますので、それをご覧くださいませ。お楽しみに。はい。で、今日はですね、ちょっとユニバに行った時の話なんですけど、ちょっとね、うん。どんな話かというと、ユニバで出会った人が全員ちょっとおかしかったっていう話なんですよね。はい。まずね、大阪に行きまして、ユニバでね、合計3組の人たちとちょっと、お話しするというか、関わる機会があったんですね。1回目は朝、その任天堂ワールドに行った時に、そのフォトスポットみたいなところがあるんですよ。で、そこにみんな並んで順番に写真を撮るんですね。写真撮ろうかなーってこう、インカメでね、撮ろうと思ってたら、後ろにいた大学生カップルかな、多分大学生ぐらいのカップルの男の人がすっごい優しそうな人で、あ、もしよかったら写真撮りますよって。なので僕たちの写真も撮ってくれませんかって言ったの。で、カップルじゃん。で、私たち女二人なんで、撮ってやるよって。いい写真残してやると思って、すごいなんか下のアングルからとか、横とか縦とかいろんなのパシャパシャパシャって撮ったのね。
で私たちの写真も撮ってくれてごめんね女2人でって感じなんですけど撮ってくれたの。でありがとうございますって言って、すごい優しいお兄さんだなって思って、で写真パッて見たら全部斜めなのね。えって全部斜めなの写真が。でしかもそのフォトスポットってやっぱ背景も映って自分たちも映るっていうのがフォトスポットじゃないですか。なのに背景とか全然あんま映ってなくて、自分たちが斜めに映ってるだけなんですよね。で友達と「ん?」ってなって、「ちょっと写真撮るの下手すぎない？」って言って、すごいいっぱい撮ってくれたんだけど全部斜めなのね。で「ん?」って思って、まず最初にそこで、まあでもお兄さんは優しかったし、ちょっと写真のセンスがないのかなと思って、まあ、写真のセンスないんだったらちょっとあんなにノリノリでね撮りましょうかって言わない方がいいよって思ったんですけど、まずそれがまず1ね。で次に、で「鬼滅の刃の」エリアが少しだけあるんですけど、そこにもその善逸じゃないや、煉獄さんと炭治郎がいるフォトスポットがあるんですよね。なんで善逸がそんなに出てくるんだ私は。煉獄さんと炭治郎と一緒に写真を撮るというエリアがあって、そこもすごい並んでるんですよね。でそこ撮りに行って友達と。で、大体そういう時って後ろの人がその前の人の写真を撮って、また次の人が後ろの人に頼むみたいな、そういうことがあるんですけど、私たちも後ろに前の人の写真を私たちは撮って、何枚かこう撮ってあげて、で私たちは自分の後ろに並んでる人に、ね、写真を頼んだんですよね。でその後ろに並んでる人は女子高生か女子大学生ぐらいの多分若い女の子だったんですよ。ね。で私たちも27歳28歳なわけで、女子高生とか女子大学生の方が写真撮るのうまいって思うじゃないですか。だからなんか安心だなと思って、こう私たちは「お願いします」って携帯を渡して、こう煉獄さんと炭治郎の前でこう待ってたんですよね。で30秒ぐらい経っても何も言ってくれないというか、なんか30秒ぐらいこうカメラをこう撮ってる。って今撮ったか撮ってないのかなと思って。でマスクしてるので「はいチーズ」とかと言えないので、私たち聞こえなかったのかなと思って、とりあえずこう30秒後ぐらいに「あ、撮れましたか?」って言ったら「撮りますか?」って言われたのね。ちょっとその時点でちょっと日本語がわからないと思って「撮りますか?」って、じゃあ今の30秒は何の時間だったんだろうって、撮ってないのみたいになってはいお願いできますか?」って言って「はい」みたいな「ん?」ってなって、でまた長い間こうポーズをして、で撮りましたって言ってありがとうございますって言って、写真見たの。斜めなの。なんでなんでまた斜めなのと思って。大阪で流行ってるんか斜めで撮るのと思って。で、その炭治郎と煉獄さんの列はもう長いので、もう一回並ぶこともできないし、しかもその30秒30秒でなんか結構長い間、1分も経ってないけど、結構長い間私たちはポーズをこう、ずっとこう、みたいな感じでポーズを決めてたのね。で、撮れてた写真1枚なのね。なんでと思って。友達すごい煉獄さん好きなので結構ショックというか、なんでって思って。しかも斜めな上にその写真横に撮ってもらったんですけど、その上の方に私と煉獄さんとその友達と炭治郎が写ってて、半分全部なんていうの地面だから、上の方にだけが写ってて下全部地面みたいな。普通はその自分たち真ん中に来るじゃないですか写真って。ってなって、ちょっと待って、みんな写真撮るの下手すぎんと思って、私たちがわがままなだけなのかなみたいな。でも今日写真を頼んだその2組は私たちより絶対に若いし、スマホ時代の子たちだし、インスタグラムの時代の子たちのはずなんだけど、おやみたいな。でも人それぞれだと思うんだけどね。何だったんだろうっていう。悪すぎだな私たちって。でもお願いしてね撮ってもらったから、それは嬉しいんだけど、ちょっとね写真下手だったね2人はっていう話をして友達と。でと思って。で最後に「ハリー・ポッター」に乗ったの。
でハリー・ポッターのアトラクションは夜で結構風が強くてすごい寒かったのね。で待ってる時は2時間ぐらい。そうでそれも3D のアトラクションでジェットコースターみたいな風になってるんですけど、あのコロナなのでその室内で並ばないんですよね。全部外で待つから風強いし夜だしめちゃくちゃ寒くて。でも私と友達は結構マフラーしたりとか、私はもうユニクロの極暖ヒートテック、めちゃくちゃ暖かいヒートテックをあの上も下も着てたんで、まあ大丈夫だったんですけど、その前に並んでる、私たちの前に並んでるまた多分大学生ぐらいのカップルがいたんですけど、そのカップルがすごく薄着なのね。まず上着を着てないの。トレーナーだけみたいな。でちょっと風邪ひかないかなと思って、私的にね思って、別に友達とそういう話するわけじゃないんだけど、私の心の中で寒そうだな前の人と思って。でも全然寒いとかそういう感じしないの。なんなら2人全然喋らないのね。この2時間ぐらい並んでんのに全然喋らなくて、まだ付き合いたてなのかなとか私はちょっと思ってたの。まあ、風邪ひかなきゃいいけどね、こんな寒いのになと思って。でまあ友達と後から喋ってたら、友達もまあ同じようなことを思ってて、やっぱ寒いよねあの人たちと思って。でまあだから結構記憶に残ってるカップルだったのね、そのカップルが。でハリー・ポッター乗りますって時に、ハリー・ポッター乗る時って4人で乗るのね、乗り物に。でベルトコンベヤーみたいになってて、どん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 流れていくの。だからそのベルトコンベヤーに合わせて自分たちも歩いて、その乗り物に乗ってっていうような乗り方だから、結構時間がなくて結構みんな急いでる。で人もたくさんいるから、その4人乗りに全員みんな乗っていくっていう感じなんですよね。だから私たちも2人だから、隣にその2人のカップルが乗るっていう感じだったんですよ。でいざ乗ろうとしたら、なぜかその2人のそのカップルはね、真ん中に乗ったの。4人席あんだよ。4つの席あってさ、普通さ右側か左側かどっちかに行くじゃん。なのに真ん中の2つに乗ったの。で私たち次後ろに乗るときに、と思って、なんで端っこと端っこなの私たちと思って。別にいいんだけどさ、端っこと端っこでも。でも普通真ん中乗らなくないかと思って、なんで私たちバラバラになってんだろうっていう。でその時にやっぱ友達も不思議に思ったのか、友達も乗る前にってなって、私も友達を見てってなったの。でもベルトコンベヤーだから早く乗らなきゃいけないじゃない。だからどうしようと思って、パッてその先に真ん中に乗ってるカップルの方を見たら、全然私たちの方を見ないで、2人ともまっすぐ前見て何にも言わないの。もう真顔。と思って何この状況と思って。でもしょうがないから私たち急いで端っこ端っこに乗って、やっぱさ隣同士がいいじゃん、そういうちょっとアトラクションで最後の乗り物だしさ。まあコロナだから別に声出すとかはないんだけど、なんか端っこと端っこに乗ってなんかわーってなって、まあ楽しかったけど、やっぱ終わった後に友達と「おかしくない？」ってそう終わった後も別に何も言われなくて、まあ、もし私だったらね「あ、すいません、ちょっと乗り間違えちゃって、真ん中に間違えて乗っちゃってすいませんでした」とか言うかなって、なんかちょっとお辞儀するとか普通はねするんだろうけど、何にも言わずにささささささって帰っていっちゃって、マジで何だったんだろうっていう。だからもうそのユニバーサル・スタジオで出会った、まあ、人たちどこから来たか分かりませんけど、まあ、不思議な人たちだらけだったなっていう、はい、まあ、そんなお話ですまあユニバーサル・スタジオと大阪旅行については詳しくはVlog をまた作りますので、そちらをチェックしてください。はい。まあ、今回はねちょっと面白い話、面白い人たちの話でした。はい、今日話した話またトランスクリプト作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。あとTwitter、Instagram、YouTube、こちらのフォローもお願いいたします。あと Patreon、私の Patreon 募集しております。はい。
いろいろ日本語に関するコンテンツとか別の動画とかポッドキャストとか、あと私のコミュニティに入れたりするので、もし興味ある方お願いいたします。はい、あとね、ちょっと最近ねお気づきの方いると思うんですけど、字幕がつきました。今中国語と英語で、これからインドネシア語もつく予定なので、皆様もしよろしければご利用くださいませ。はい、で、中国語とねインドネシア語はもうボランティアで作っていただいて、本当にマジで神様ありがとうございます。はい、英語はね私がねちょっとボロボロな英語ですけど作ってます。はい、なのでもしよかったらね、ちょっとボランティアになっちゃうんですけど、もし、他の言語で字幕作りたいっていう方いらっしゃいましたら、ぜひ私にご連絡くださいね。インドネシア語と中国語以外でお待ちしてます。日本語の勉強にも使えるかなとは思うので、もしいたらぜひお願いいたします。はい、じゃあ今日はこんな感じで、メリークリスマス良いクリスマスを皆さん。はいそれではまた次回、さよなら。